ようこそ、心霊結社トワイライトの中森翔と、米崎亮です。はい、ということで、は今回は僕たち、神奈川県にある、い。はい。心霊橋、はい。行ってきました。行きましたね。風の吊り橋。はい。ということで、この風の吊り橋、地元の人たちの中ではかなり有名な心霊スポットであると。だけど、ちょっと離れてるんですよね。ちょっと都心から結構遠いところっていうこともあって、あんまり行ってる人がいないと。動画はあんま出回ってないよね。そう。意外と穴場。で、この風の吊り橋がある公園は、現在も普通に利用者がいるような。廃公園とかじゃないんで。この日は、結構ね、風が強い日だったんですけど、川とか橋とかって結構風強いじゃないですか。はい。だったんですけど、この風が強い中、不思議なことが起こるは起こると。そうね、かつね、高いところだからね、余計風は感じましたよね。実際にね、この橋で何が起きたのか。はい。これから皆さんには見てもらいましょう。はい。それでは、どうぞ。どうぞ。もう本当にね、地元の人の中ではかなり有名な吊り橋らしいですよ。なるほどね。でもこの公園は普通に今でも人が来るような場所なんで。あ、そうなの？はい。なんか廃公園とかっていうわけではない。あ、なるほどね。でも珍しいよね、この橋をさ。俺らが行ってきた橋って車でも通れる橋だったからさ。確かにね、こう人だけしか歩けないみたいなところは。こっちかな。位置関係、来ましたね。ありました？ありますね。ここだね。うわー、なかなか。すごいね。奥、なんかいる？あれ違う？人じゃないか。確かに。なんかある。なんか棒が立ってんのかな。はい、ということで、着きました。風の吊り橋。こっちは、水無川って書いてあるんですね。水無し、この下に流れてる川の名前かな。でも足元にさ、明かりあるのは結構安心するよね。そうだね。今俺ら光落としたとしてもさ。見えるよね。へー。でもちょっと二重になってるよ。フェンスが。そう、フェンスが。本当ですね。なんか落とした。もう翔ちゃんでしょ？俺じゃない。カーンって音だよ。俺じゃない。こっち。そう、そっち側でしょ？俺、翔ちゃんがなんかこれとかでこうやって、とかやったのかと思った。違う。早くない？早いな。なんかそういうものが、音が鳴るようなものっていうのはなんかあんまり見受けられないけど。確かここ高さがね、もう30メートルぐらいあるらしいんですよね。ちょっと待って。どうした？多分絶対音入った。女性の、はぁみたいな音が入ってた。聞こえた。確かここ高さがね、もう30メートルぐらいあるらしいんですよね。ちょっと待って。なんかやだな、それなんか落ちる時の声みたいな。確かに落ちる瞬間、はぁみたいな感じで、なんか、抜けるような音な気がするな。うわ、もうこれすごいな。すげえ立派な足だもん。また鳴ったよ。これ。さっき何なんだろうね。でも鳴るようなもんないよ。しかもここさ、まださ、下がさ、普通通路だからさ、まだね、自殺をする場所ではないんだよ。もうちょっと真ん中中枢なんだよね、多分。そうだよね。川とかが流れてるようなところで、そう。普通はそういう自ら命を絶つっていうのはありますけど。でもこれお昼とかに来たら本当にすごい綺麗なところなんだろうなっていうぐらいね。わかる。そしてね、星が綺麗。星がね、びっくりするぐらい綺麗。口説いてる急に。いやでもわかりますよ。ほんと空気美味しいしね。ただなんかさ、ねえちょっとさ、
お線香みたいな匂いするよね。するわ。やっぱするよね。ここ規定じゃねちょうど。いや、俺ね、ちょっと前からふわーってなんか匂ってはいたのよ。マジ？そう。でもさ、おかしくない？ここでなんで線香の匂いがすんの？いや、っていうかね、不思議なのが、風が結構あるんだよ。なんていうの、無風ではないじゃん。全然無風じゃないね。から、匂いするわけがない気がするんだけどな。なんかよくあるのがさ、匂いがこびりつくとかっていうのがさ、記憶とかさ、念とかっていうのもあるけどさ、もしかしたらそういう、自ら命を絶つってことがここで起きて、ご家族の方とかがお線香をここにあげてた時の、記憶というか、が匂いとなって、っていうのは、十分あり得るよね。あり得るね。川の音が結構聞こえてくるようになってきたけど。そうだね。川の上らへんに来たのかな。またなんか線香みたいな匂いしない？する。めっちゃするよね。やだな、この、鼻に訴えかけてくるの嫌だしさ、これをどう伝えられるんだろうっていうさ、確かに。視聴者の方に。本当に僕たちはね、線香の匂いとしか言いようがないんだけど、濃いな。めっちゃ濃いよね。なんかほんと、真横で、同じ部屋で焚いてるぐらいのレベルで匂いがする。ここだけちょっと作り違うんだけど。なんで？吊り橋の上から物を投げないでくださいって書いてある。でもさ、手形とかがあるんだよ、これ。本当だ。すごいね。手形、わかるかこれ。わかると思う。でもわかるね。手形すごいね。人？いや、違うんだよな。なんか旗か見た棒っていうのどれだ？確かに。ぽちゃんって言ってんの？今、したね。ぽちゃんとかじゃん。ぽちゃんだったね。なんか水に、ね。なんか落ちた音って。いろいろ不可解だな。普通に落ちる音聞こえたけどね、今ね。聞こえたパチャンって。ちょっととりあえずもう渡りきるか。そうだな。そう今俺がちょっと想像しちゃったのは、基本的にね、誰かがこちら側から向こうに行って、この場所でそういうことを考えてる人がいるとすれば、そんなすぐこっち側でやらないんじゃないかなって思う。確かにマジで俺たち何を見たんだろう。正面だったよな。2本立ってなかった？これのことだったのかな？これ？でも、なんか、地面から棒が生えてるような感じだった気がした。はい、ということで、一通りね、風の吊り橋、歩いてみましたが、はい。人来た？人が来たような音だったね。いや、来たでしょ、今。声したよ、今。してる。してる。これ怖いね。びっくりした。ちょっと待つか。ちょっと一緒に照らしてもらっていい？嘘だよ。いる。見えはしてない。わかんない。見えてないけど、声はめっちゃするよね。めっちゃする。女性が話してるような。でもさ、全然距離変わってないよ。足音とかなってない。なってないね。バリッバリ人だったよね。下の声だったね。やばいよ、ここ。やばくない？ちょっとやばいよね。ね。全然来ないね。結構、今も音もしたけど、何から何まで、ちょっと説明がつかないような場所なんで、
まあちょっとじゃあ外交検証、今日もやっていきましょうか。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。ね、あれなんでこの人この時強いの？なんかやってるでしょ。じゃあまあ、りょうくん頑張ってもらうわけだけど、その前にね、今回、とあるアイテムを持ってきました。こちらです。スピリットボックス。最悪だ。まあこれを使うと、まあ電波に乗って霊の声が聞けるというめちゃくちゃ画期的なアイテムなんで。ねえ、待って。電気消えた。今いや。あれ今いや、わかんない。気づいたら消えてた。めっちゃ真っ黒になったよ。めっちゃ真っ黒になってんじゃん。やめたい。いや、ちょっと待って。暗すぎる。いや、待って、怖い。すげえ鳥当たってきた。マジ、後ろに誰がいてもおかしくない。暗すぎて。めっちゃ近くにいた気がする。横に。とりあえず真ん中ついたから、ここで、ちょっと待って。待って、何も見えねえじゃん。怖っ。ちょっと待って、やばい。今まだ、音が鳴ってるとかじゃないけど、橋を背に座ったらマジで怖っ。仮に、俺から人の姿を捉えたとするじゃないですか。ライトを持たずに、この橋を渡ろうとする人は絶対ありえない。その段階で人じゃないってことが証明できる気がする。こう見てればわかると思うけど、マジで何も見えないからね。橋なのかすらわかんない。ちょっと待って、一回ライト持った。怖すぎる。ちょっと怖い。怖え。やば。わかるこれ。ライト照らしてやっとこうやって見えるぐらいだからね。うわぁ、怖え。誰かいますか？誰かいらっしゃいますか？もしいらっしゃるなら、今、話せる状態なので、お答えください。うわ、待って、わかんねえ。人立ってるように感じるんだけど。誰か立ってますか？いるなら、返事してください。今なら話せます。よかったら、
開口しましょう。女性ですか？男性ですか？子供ですか？もしもし。はいはい。はい。とりあえず今は何かが起きたわけではなく、うん。スピボでやったけど、うんうん。今のところはないですね。暗転じゃあちょっとしてもらってもいいですかね。いや、多分これ暗転できないよ。あ、人来てるな。人来てんな。あれ人人、いないよ。いや、人いたべ。いや、人いるべ。ちょっと待って。人いるべ。いないよ。こっち人いないよ。いやそっち行ってないよ。いや、逆側。あ、逆側？あれライトがさ、うん。奥の方に見えるんだよ、一応。うんうん。それを、なんか遮ったというか、ああ、人影が？足ぐらいの長さが2本ライトを横切ったから、あ、人が歩いてきたんだなって思ったんだけど。これ、でもさ、ライトないと暗視カメラ、あれじゃない？あ、人が映ったらあれなんか。うん。いるな。いる。え？絶対にいた。ちょっと待って、ごめん、切るわ。あ、うんうんうん。ちょっと待って、今中森くんと電話して、急遽切ったんですけど、あそこのさ、ライトあるじゃないですか。奥の。あそこを横切ってるんですよね、何度も。まあちょっとやりますか。しょうがないから。今多分にカメラでも見えるけどさ、横切るんですよ、あのライトを。何かが。何のライトかわかんない、あれが。やばい。めちゃめちゃ人の気配感じます。誰かいらっしゃいますか？いるなら、返事してください。男性ですか？女性ですか？ここで亡くなった方ですか？今僕は話せる、あなたと話せる状態です。よかったら声を聞かせてください。ダメですね。今僕は話せる、あなたと話せる状態です。よかったら声を聞かせてください。そう、今俺がちょっと想像しちゃったのは、基本的にね、誰かがこちら側から向こうに行って、この場所でそういうことを考えてる人がいるとすれば、今僕は話せる、あなたと話せる状態です。基本的にね、誰かがこちら側から向こうに行って、どうするか。お互い自撮り。お互い自撮りっていうか。は？何？めっちゃでかかったよね。めっちゃでかかったね。人が、バーンって。そういうレベルの音だったよね。ね。え
ちょっと待って。エンディング撮ろうとした時にこれ？はい、ということで、風の吊り橋。どうでした？なんか起きた？暗転中は。いやー、なんも多分起きてないけど、カメラを向ける前、っていうかまあ、翔ちゃんと電話してた時に、そう、だからライトを横切るんだよね、すごい人が。人というか影が。捉えられてはないんだけど、誰かしらいるだろうなっていう感じですね。スピリットボックスもね、何回もやったんだけど答えてはくれなかったから。匂いはしたまた。しなかったわ。あ、しなかった？しなかった。音も一切鳴ってなかったんだよね。あ、やってる時。で、こっちに戻ってきたらバンバン鳴ったりとか。まあ、ここは何かあると思います、本当に。匂いもしたし、音もすごかった。最後なんかもうすごかったもんね。すごい。ちょっとでも、まあ、スピリットボックスな、今回のその新アイテム。まあ、すごい外交の確率をね、上げられるアイテムだと思うんで、まあ今後もまあ、機会があれば、まあ他にもいろいろガジェット探してみて、使えるものあれば、使っていきたいなっていう感じですけど。そうですね。ね。まあちょっとここは本当にやばいと思います。風の吊り橋。ずっとしてる、マジで。めちゃくちゃひたすら音がしてる。すごいね。なんかね。女性の、はぁみたいなことが言ってた。あなたと話せる状態です。でもさ、おかしくない？ここで、なんで線香の匂いがすんの？は？こんなことあるぐらい、なんかずっと起きてる。なんかもうアベンジャーズのエンドゲームレベルでなんか、何かしら、ずっと戦ってるみたいな。ずっと音がしてますみたいな。いやーちょっとまあ、また、機会があればね、再交渉しに来るのもありかなとは思います。そうですね。はい。じゃあ今日はこの辺で、お疲れ様でした。お疲れ様でした。